じゃあこんにちは、パルと申します。ダークライの続報とアップデートバージョン 2.7.0 のお知らせが発表となりましたので、皆さんと一緒に内容を確認していきながらもろもろ解説考察していきたいなと思います。かなりね、今後にまつわる重要なお知らせとなっているかなと思いますので、しっかりとチェックしておきましょう。ダークライ、なかなかいろんな仕様が隠されているみたいです。それでは見ていきます。ということで、まず最初にダークライから見ていきましょう。下にね、アップデートのお知らせも来ております。ダークライに関する今後のイベントのお知らせです。リサーチャーの皆様の活躍によって若草本島を覆っていたダークライの悪夢が打ち払われました。悪夢にうなされていたポケモンたちも穏やかな寝顔を見せてくれています。今回登場した幻のポケモンダークライにはまだ謎が残っているようです。そんなダークライに関する今後のイベントについてお知らせしますということで、まずはダークライの詳細についてです。ダークライ悪タイプのポケモンで出現するフィールドなしとなっております。通常出現はしないよということです。そして睡眠タイプはウトウトであるというところなんですけれども、まあ出現しないのであればあんまり意味はなさそうなんですが、もしかしたら今後何かしら関わってくるかもなというところですね。で、メインスキルはナイトメアエナジーチャージ M となっております。発動するとお手伝いポケモンの元気が12減ってしまう代わりに、エナジーチャージ M の同レベルの3倍のエナジーを稼ぎ出すことができるスキルとなっております。なおダークライ本人のスキル確率はかなり低めとなっておりますね。そしてここ重要なお話ですね。新たなるカテゴリー、幻のポケモン。読んでいきます。ダークライは幻のポケモンです。幻のポケモンはそれぞれ1匹のみ仲間にすることができます。ということで、ダークライ、今回のイベントでゲットできた方はこれ以上ゲットすることができません。なので、もしダークライ育てたいよという方は、今お手持ちの子を育ててしまって OK ということです。これ以上ゲットできません。1体のみゲットすることができます。そして得意なものはオールで、得意なもの、木の実、食材、スキルの全ての特徴を持っています。ということで、木の実が2つ、食材も2つ、で、スキルはちゃんとスキルストックもするよということですね。全ての特徴を持っている得意なもの、オールに幻のポケモンは全員なるよということですね。そして仲間にした時点ではサブスキルと2枠目と3枠目で解放される食材を持っていませんとのことです。これ幻のポケモンというねカテゴリーの話をされているので、今後もし幻のポケモンが来るとしても同じ仕様になるのかなという気もしますね。サブスキルと2枠目3枠目の食材持っていません。そして性格と1枠目の食材の種類は全リサーチャーで同じものになります。性格ダークライの場合はテレアで、1枠目豆ミート、ここは全リサーチャー共通のものになるよということなんですが、これ言い換えると2枠目以降、2枠目3枠目の食材とサブスキルはリサーチャーによって異なる可能性があるとも読めますよね。今後に期待したいなと思います。自分好みにカスタマイズできたりするんでしょうか。めちゃめちゃ楽しみですね。そして幻のポケモンは特別なポケモンとしても扱います。特別なポケモンは2匹以上同じチームに編成することはできませんということで、ダークライはクレセリアやライコウエンテイスイ君と同じく特別なポケモン扱いにもなります。幻のポケモンは特別なポケモン扱いにもなりますので、2匹同時に編成することはできないよということとなっております。これが新たなるカテゴリー幻のポケモンであるということですね。そして今後のイベントについてです。ダークライは謎が多く、まだ本来の力を発揮できていません。今後ダークライのサブスキルや食材枠を開放し、本来の力を手に入れることができるイベントの実施を予定しております。またクレセリア対ダークライイベントでダークライを仲間にできなかったリサーチャーの皆様も上記のイベントでダークライを仲間にすることができるかもしれません。お楽しみにということで、そのね情報についてはまた今後ということなんですけれども、サブスキル食材枠開放されることが明言されたよということになっております。というわけで幻のポケモンダークライ、今いる子を育てて OK ですよということですね。いつ来るんでしょうか、このイベントはね、まだゲットできていない人もこのイベントではゲットすることができるということなんですが、通常出現がないのでイベント以外でゲットするのはね、もし機会があってもまたしばらく後とかになっちゃいそうですね。もし周りでダークライ推しの友人とかいらっしゃる場合はポケモンスリープを今すぐ始めろと言っていただけたらなと思います。
ということで、ダークライの特徴をざっくりまとめておきましょう。まず、幻のポケモンというカテゴリーになりました。おそらくミュウだったり、セレビーだったり、マナフィーだったりも、ここの幻のポケモンに入るんじゃないかなと思います。で、得意なものオールになることも明言されているので、おそらくダークライと同じく、フレンドポイント25で、経験値 2.2 倍必要。で、得意なものオール。みたいな特徴になるんじゃないかなと思うんですけれども、多分ね、通常出現しないので、みんなイベントでゲットするっていうことになるんじゃないかなと思いますね。そして、1体しかゲットできないポケモンとなっておりますので、今手持ちの子を育てて OK です。そしてサブスキルと2枠目以降の食材に関しては人によって異なる可能性もありそうな感じがしますね。で、特別なポケモンでありますので、伝説系のね、ポケモンたちを複数育成するというのはなかなか骨が折れそうだなというところですね。OK、そんな感じとなっております。もしかしたら色違いの子もいないのかもしれませんね。もしね、このイベント中に色違いのダークライをゲットしたよなんていう方いたら、ぜひコメントをいただけたらなと思います。そんなダークライの今後に関するお知らせでした。そのね、今後のイベントがいつ来るかというのはちょっとわからないんですけれども、もしかすると1ヶ月後とか若干ね、間空きそうな気がしております。はい、そんな感じです。で、その根拠にもなっているのがこのメンテナンス&アップデートバージョン 2.7.0 予告に書かれておりますので、見ていきたいと思います。こっちもかなり重要なお知らせです。参りましょう。いつもポケモンスリープをご利用いただき誠にありがとうございます。アプリバージョンアップを目的として下記日時よりメンテナンスを行います。メンテナンスの実施期間2025年4月17日13時半より、終了日時は同日18時となっております。4月17日木曜日13時半からアップデート開始されます。で、前回のアップデートのタイミングが水曜日だったので、私ね見落としていたんですけれども、今回はしっかりいつも通りというべきか、木曜日の1時半からアップデート行われます。お気をつけください。そしてアップデート予定の項目です。まずは新機能、新しいキャンペーンの準備、夢のかけらゲットウィークボリューム1が開始されるということです。このお知らせはもしかしたら今週中とか金曜日とかに来るのかもしれませんが、夢のかけらを集めて新フィールドだったり、ポケモンたちの育成に備えられる、そんな素敵なね、キャンペーンをやってくれるみたいです。スクスクウィークの夢のかけら版みたいなことなんでしょうか。めちゃくちゃありがたいので、もう毎月雑に開催してほしすぎますね。このキャンペーンがおそらく直後に来るんだろうなということで、フラワーフェスティバルだとかはもしかするとしばらく来なかったりするんでしょうかね。そして例えば1週間、今週明けて、来週も明けるか、来週夢のかけらウィークになって、で再来週1週間明けてアクタイプウィークがあって、もう1週間空けてダークライイベントみたいになっていくのであれば、ダークライのね、次のイベントが来るのも1ヶ月ちょっとぐらいね、間隔空くかもなということが予想できたりできなかったりするので、そんな感じかなと思います。アクタイプウィークどうなんだろうな、この感じだと来るのか来ないのかかなり謎なんですけれども、まず夢のかけらゲットウィークが行われるよということですね。楽しみです。そして新機能、フレンドメダルの追加です。フレンドレベルに関するお知らせであった通りですね、告知、こんな新機能が追加されるということです。各ポケモンのフレンドレベルを一定まで上げると、そのポケモンごとにフレンドメダルを獲得できますということで、詳細見ていきましょう。フレンドメダルはランクが3つあり、フレンドレベルに応じて順番に獲得することができます。3つのフレンドレベルにはそれぞれ効果があり、フレンドレベルを獲得したポケモンと睡眠リサーチで遭遇する際に主な効果を発揮します。それぞれのポケモンのフレンドメダルは、ポケモン寝顔図鑑から確認できるようになりますということで見ていきましょう。まずは銅メダルです。睡眠リサーチで遭遇するポケモンの1枠目のサブスキルが必ず金色のサブスキルとなります。また、銅メダルを持っているポケモンの色違いと出会いやすくなりますということで、今までね、フレンドレベルが10になったポケモンは必ず1枠目金スキル確定していたかなと思うんですけれども、そんなような効果を持っていて、色違いと出会いやすくなる銅メダルが設定されます。おそらくフレンドレベル10で獲得できるということになるんじゃないかなと思いますね。果たしてといったところなんですが、続いて銀メダルです。フレンドメダルの必ず金色のサブスキルになる効果をサブスキルの枠ごとにオンオフで切り替えられるようになりますということで、金スキル確定をキャンセルすることができる、それが銀メダルの効果となっております。また、睡眠リサーチで遭遇するポケモンの2枠目のサブスキルが必ず金色のサブスキルとなりますということで、今までね、フレンドレベル40になったポケモンは1枠目、2枠目ともに金色のサブスキルが確定していたわけなんですけれども、その効果を用
ちながらサブスキルの枠ごとにオンオフで切り替えられるということになったので、1枠目金スキル確定だけは残しつつ、2枠目は通常のスキル抽選を受けるみたいにできるし、逆も一応できたり、両方オフにすることもできるよということでありましょう。また新しいプロフィールアイコンが開放されます。銀メダルまで獲得すると新しいプロフィールアイコン、そして銀メダルを持っているポケモンの色違いとより出会いやすくなるみたいです。色違いはね、確定ゲットなので、ここありがたい要素ですよね。そして最後、金メダルです。睡眠リサーチで遭遇するポケモンの3枠目のサブスキルが必ず金色のサブスキルになりますということで、今までフレンドレベル100までいっていると、1、2、3枠目まで金スキル確定になっていたんですけれど、もしかしたら金メダルはフレンドレベル100とかにならないとゲットできないのかもしれませんね。また、銀メダルで開放されたプロフィールアイコンに限定の枠がつきますということで、さらにね、装飾が良くなって、このポケモンをいっぱいゲットしたんだぜっていうことが、証としてね、証明できるということになります。また、金メダルを持っているポケモンの色違いとより出会いやすくなりますということで、これがどれぐらいの確率なのか気になるところではありますね。そして、ポケモンごとに金、銀、銅のメダルを獲得するために必要なフレンドレベルが異なりますとなっております。今まではね、フレンドレベル10で金スキル1枠確定、40で2枠、100で3枠となっていたんですけど、もしかしたらその特別なポケモンたちとか、ゲットするのが難しいポケモンたちはもっとね、低レベルのタイミングでメダルを獲得できるとかってなるのかもしれませんね。ちょっとね、このあたり、改善されることに、いろいろとね、改善されることに期待したいなと思います。またすでにフレンドメダル獲得に必要なフレンドレベルを超えているポケモンがいる場合には、アップデート時に自動でそれぞれのメダルを獲得しますということとなっております。そんなフレンドレベルに関する調整ですね。ついに金スキル確定をオフにする効果がつけられると。ただし、銀メダルまで獲得しなければならないということになっておりますので、今までであれば、フレンドレベル40までいかないとサブスキルのオンオフできないよということっぽいんですけれども、それがね、緩和されていることを祈りたいなと思います。そんなフレンドメダルについてでした。いや、これもね、非常に重要なアップデートですよね。さらに厳選がはかどることと思います。特にね、食材のポケモン、スキルのポケモンには重要なアップデートとなりそうですね。さあ、そして続いて木曜日にもろもろ上限解放行われるみたいです。ここもしっかり確認しておきましょう。まずリサーチランクが60から65に引き上げられ、ポケモンのレベルも60から65に引き上げられます。また一部メインスキルのレベル上限が解放されます。指を振ると夢のかけらゲット S が最大レベルそれぞれ7と8に上げられるようになるみたいです。夢のかけらゲット S8 きた、嬉しい。ここ個人的にめちゃくちゃ望んでいたポイントだったので本当に嬉しいんですけれども、残念ながらエナジーチャージなどエナジーに関するスキルに関してはほぼほぼ来なかったよということになりましたね。そしてレシピレベルも60から65に引き上げられます。これも嬉しい調整ですよね。今後さらにエナジーを稼ぎやすくなるということですね。そしてポケモンボックスの最大容量が1000から1200まで拡張することができるようになるみたいです。ここでね、重要なのはやっぱりリサーチランクなのかなとちょっと思いますね。もちろんね、レベルの上限だったりが解放されるのも嬉しいところではあるんですけれども、リサーチランクの上限が解放されるということは、巷で言われている年金生活、リサーチ EXP が夢のかけらに変換されるっていうあれがしばらくの間使えないということでありますので、それこそ夢のかけらゲットウィークだったり、夢のかけらゲットレベル8を使って今のうちにちょっと頑張って夢のかけらも貯めておいてねということなんでしょうね。そんな重要な上限解放、木曜日に来てしまいます。備えておきましょう。さあ、そしてバランス調整ですね。これ以前告知されていた金スキルの調整になります。一部のサブスキルのバランス調整です。まずはリサーチ EXP ボーナス。変更前は睡眠リサーチでもらえるリサーチ EXP が 6% 増えるという効果だったんですが、変更後は 9% 増えるに改良されます。夢のかけらボーナスが 9% なので、それに合わされたというようなね、形なのかなと思いますね。これもうまく使ってリサーチランクをさっさとね、65まで上げて年金生活、再び年金時給がね、いよいよ65まで引き上げられましたので、ね、現実っぽくなってまいりました。
さあ、そして元気回復ボーナスです。こちら変更前はチーム全員の睡眠で回復する元気が 1.14 倍になるという効果だけだったんですが、変更後はそれに加えて、このスキルを持っているポケモンのみ睡眠で回復する元気の上限が105になります。105までプラス5多く回復することができるよという、そういうサブスキルになったということですね。このね、元気105までの回復がもしかするとダークライのナイトメアとちょっと相性が良かったりとかするかもしれないので、そういったところでもね、若干価値が上がってきてはいるのかなというところではありますね。でもね、金スキル、サブスキルのね、枠をね、金スキル確定にしないっていう選択肢もね、生まれましたので、結構ね、柔軟に対応していけますし、もしかすると今後さらなる強化も入ったりするのかもしれませんね。さあ、そんな諸々のバランス調整でありまして、その他、スクロールバーの追加があります。一部の画面でスクロールバーによる画面操作ができるようになります。対象画面はポケモンボックス、寝顔図鑑、食材バッグ、道具バッグ、ポケモンの飴バッグということで、今までね、こうやってね、指でしか操作できなかったのが多分ね、この右側のスクロールバー、これをビャーンって動かしたらもうビャーンっていくみたいなそういうことなのかなと思ってるんですけど、合ってますスクロールバーはい、そんなスクロールバーの追加がありますと。そして道具を捨てる操作方法の変更があります。道具バック画面に表示されていたゴミ箱アイコンが道具詳細に表示されるようになりますということで、道具詳細からじゃないと捨てられないようになっている。要するに誤動作を減らすみたいな、多分ね、そういう意図のある変更なんじゃないかなと思いますね。そして、料理を作る際の不具合があったみたいです。これが修正されます。空のレシピを選択して料理を作るとき、特定の条件下で未作成の料理を作ることができなくなる不具合が発生していました。未作成の料理に必要な食材の条件を満たしている場合は、未作成の料理を優先して作ってくれるということです。今までね、これがうまく働いていかない瞬間があったということですね。そして一部テキストの修正及び表現の統一があって、その他軽微な不具合の修正回収が行われます。そんなメンテナンス&アップデートバージョン 2.7.0 です。もう大きいところで言うとね、フレンドメダル、サブスキル、金スキル確定をオフにできる銀メダルが追加されるよというのと、各種上限解放が行われて年金生活しばらくできなくなったりだとか、ポケモンのレベルやレシピレベルが65まで解放されることによって、さらにね、エナジーを稼ぎやすくなったりしますよというね、そんなアップデートが4月17日木曜日13時半、午後の1時半から行われます。お昼ご飯ね、あげ忘れるのを気をつけてください。といったかなり重要なお知らせたちでしたね。いやー、またね、これダークライに関する考察とかを結構がっつり深めていかなきゃいけなそうだなという気がしますので、またね、別で動画作ったりとかね、いろいろやっていきたいなと思います。そんなわけで皆さんは何の情報が最も気になりましたでしょうか。また皆さんの考察だったり、私がね、見落としているポイントがあればぜひコメントしていただけますと幸いです。木曜日アップデートとなります。ね、本当にサラダ 1.5 倍のフラワーフェスティバルは来るんでしょうかね、近々ね。ひとまずレシピレベルも上げておきたいなと思いますし、とりあえずパルはアップデ5、速攻で夢のかけらゲットのレベルを8にしたいなと思います。マルノーム先生、出番です。お待たせしました。そんなダークライの続報とアップデートバージョン 2.7.0 のお知らせでした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッド押していただけますと動画制作の励みになります。先日は誕生日おめでとうコメントをたくさんありがとうございました。ちょっとね、ずうずうしくも欲しいものリスト概要欄に置かせていただきますので、物理的な支援もお待ちしております。コーヒーください。いやね、昨年頂戴したカフェインレスコーヒー100本以上あったのに綺麗になくなりましたね。1年ってすごいね。夜の作業のお供にいただいております。本当にありがとうございました。夜って言ってもね、17時以降とかなんですけれどもね、皆さんも夜のカフェインお気をつけください。そんなわけでダークライのさらなる続報に期待しつつ、クレセリアの羽毛、これを火曜日にご覧になっている方はイベント交換所本日までとなっておりますので、グッドだけ押していただいて今すぐ交換所に向かってください。クレセリアの羽毛が余っている方、今すぐ交換してきてください。お忘れなく。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。またね。バイバーイ。